宮城県三陸海岸を松島から気仙沼まで北上しました。海鮮丼やここでしか味わえない B 級グルメを堪能して、ノスタルジックな港の雰囲気にも浸ります。美味しいグルメがたくさんありました。最後は南三陸町のアットホームな民宿に泊まり、まるで実家に帰ってご飯を食べているようなほっこりとした雰囲気に癒されました。豪華な海鮮料理で美味しかったですよ。松島の無料駐車場に着きました。ここから海岸まで歩いて約10分です。松島一番の名所、瑞岩寺五大堂です。赤い橋は透かし橋、下が透けて見えます。立派なお堂ですね。松島の名物といえば何といっても牡蠣です。これからが旬です。名物の牡蠣カレーパンと酢牡蠣を購入しました。生牡蠣はシーズンが始まったばかりのためか、まだ少し小粒でしたね。でも新鮮で美味しかったですよ。お酒が欲しくなりますね。牡蠣入りのカレーパンです。お味はどうでしょうか。結構大きいですね。結構大きいです。いただきます。これ牡蠣がジューシー。これは美味しいですね。なかなか絶品ですよ。せっかく来たので福浦島に渡りました。橋を渡るのに200円いりました。島の中は原生林のようで自然がいっぱい。休憩所のお茶屋さんもありました。弁財天が祀ってあり、その前から湾内を見渡すことができました。松島は江戸時代から名勝の土地です。現在も年間300万人以上の観光客が訪れるそうです。東北有数の観光地ですね。名物の牡蠣も食べましたし、これで大満足です。次に向かったのは気仙沼です。高速を降ります。気仙沼の港に着きました。東日本大震災では港が壊滅的な被害を受けます。今映っているのは内湾と言われる地区ですが、ひどい被害を受けました。復興をした現在は内湾と呼ばれる商業施設が建っています。朝ドラおかえりモネの舞台になった場所ですね。この場所見覚えがありますよ。主人公の京原かなちゃんが放送していた場所ですね。現在この周辺は飲食店や雑貨屋さん、鮮魚店や土産物屋さんが集まったショッピングゾーンになっています。実はこの周辺マグロ丼が有名だったので目当てにしてきたのですが、考えていたお店は全部臨時休業していました。行ったことのない土地に旅をした時のあるあるですね。残念。気を取り直しマグロ丼食べれる場所を探しました。結構ありましたが、こちらのお店にしました。港町レストラン千です。気仙沼お魚市場の中にありました。市場の中のレストランなので美味しそうな魚の料理いっぱいありました。店内はモダンな雰囲気の和風レストランです。私が選んだのは当然マグロ丼です。美味しそうでしょう。うまい。さすが気仙沼。丼に乗ったマグロの切り身が分厚いんですよ。食べ応えがありました。ランチ難民になってどうなるか心配でしたが、このお店を選んで正解でした。千さんごちそうさま。水も綺麗ですね。すごい透明です。撮ってみますね。気仙沼の観光スポット浮見堂に来ました。ここはお恵比寿様になってますね。恵比寿様にまだ尾がついています。
浮見堂から見る気仙沼湾の全体の風景です。昭和2年日本百景に選ばれたそうです。渡ってきた横断橋が見えています。港でもう一箇所行きたい場所がありました。和菓子屋さんの購買さんです。サンドイッチマンのカエルマンデーに出ていたお店です。こちらの揚げパンが食べたかったんです。ほんまの揚げパンですね。素朴で、もうこれふかふかして美味しいんでしょうね。また後でいただきます。もう一軒地元の方に教えてもらった B 級グルメがあります。気仙沼のソウルフードの菓子パンです。港から車で10分ぐらいの距離です。これです。ピーナッツクリームサンド。いただきました。コッペパンにピーナッツバター、シンプルイズベストです。こりゃうまい。本日のお宿、民宿中さんに到着しました。道の駅南三陸33から車で約5分です。本当にアットホームで癒されるお宿です。お宿の玄関です。初めて泊まったお宿ですが、実家に帰ったような懐かしい雰囲気で本当にくつろげました。お風呂も実家のお風呂のようです。夕食までのひととき、チューハイ片手のテレビ観戦、実家に帰省したように気楽な気分でくつろげました。夕食は母屋の座敷でいただきました。この座敷の風景、実家に戻ったようですね。本当の民宿ですね。最近は民宿といっても旅館と同じような宿が多いですからね。こういう雰囲気の民宿は最近少なくなりましたが、若い人でも体験すると結構ハマる方も多いんじゃないでしょうか。豪華な夕食でした。最初この魚見たことない。大きい方です、これ。あ、そうですか。ほう。メバル、こっちはスズキ。サラガイは筋をつないで牡蠣に自然と胞子が付着して、はい。一緒に生存します。へ同じプランクトンを食べて。あ、そうですか。こちらがビワですね。はいは虫、落花生。はい。で、これのボイルしたのがこれで、生のつぶ貝がこちら。はいはいはい。そうやな。これめかぶですね。すするような形で食べてもいいし、それからご飯に乗っけて。はいはい。これから白くぷっくりと大きくなりますからね。桜の咲く時期が一番美味しいですので。やっぱり春先が一番美味しいんですか。甘みが増して、はいはい。生臭さもなくなる。はい。こっちはビワです。はい。おかみさんがお料理の説明をしてくださいました。アワビの刺身をいただきます。こりゃうまそうですね。アワビで熱燗いうことなしですね。アワビの肝です。最高の酒の魚ですね。こちらは地の魚です。関西ではあまり見かけない魚なんですよ。こういう珍しい魚を食べれるのは漁師宿ならではでしょうね。白身で淡白な味の美味しいお魚でした。メバルの刺身をいただきました。たまにスーパーでメバルの刺身売ってるんですけれども、鮮度が悪くてふにゃふにゃなんですね。味も全然違いました。うまい。蒸した牡蠣をいただきました。こちらで養殖されている牡蠣だそうです。うまい。デザートのビアも美味しかった。おかみさんの手作りの料理、本当に美味しかったです。美味しすぎてお酒飲みすぎてしまいました。
翌朝は宿の周りを散歩しました。宿の手前まで津波は上がってきたそうです。民宿カナの下にある漁港の風景です。静かで美しい漁港です。朝食です。手作りの美味しいおかずが並んでいます。いただきます。こちらの鮭美味しかったですね。またお米が美味しいんですよ。東北は本当にお米が美味しいですね。羨ましいです。こちら自家製のウニの佃煮です。ご飯につけて食べたら美味しいとのこと。ウニと磯の香りが口に広がり、こりゃもう最高でした。手作りの野菜のおかずがいっぱい。健康的で美味しいですね。ひじきも最高でした。なすびの田楽も美味しかったです。まさに野菜のおかずが中心の理想的な朝食です。わかめの味噌汁、デザートの小豆入りのコーヒーゼリー、美味しかったですよ。ごちそうさまでした。本当に民宿中さん、夕食の豪華な海鮮料理、野菜尽くしの心のこもった朝食、美味しかった。また来ますね。南三陸には行くべき場所がありました。復興記念公園です。3年前にこちらの伝承館を見学して衝撃を受けました。津波の被害を受けた旧防災対策庁舎です。津波の凄さを物語っています。祈りの丘です。この丘からは津波で被災した町全体を見渡すことができます。平成23年3月11日、この場所で大津波により死者・行方不明者831名もの悲惨な被害を受けていました。まだ14年前の話です。次回は岩手県遠野です。日本昔話、民話の世界を訪ねます。ぜひ見てくださいね。